明けましておめでとうございます。おめでとうございます。2025年、私が出る一発目の動画ということで、はい。去年は1年、お世話になりました。今年1年、門前村も100周年ということで、いろいろと景気づけていきたい年になりますので、皆様引き続きよろしくお願いいたします。はい。元気ないですね。はい、朝だから声が出てない。はい。よろしくお願いします。お願いします。はい。今日はですね、こちらの心拍の針金掛けを行っていきたいと思います。はい。大体これ2年前ぐらいですかね。にうちに行きまして、その後すぐに私が針金をかけてうちで培養してる木なんですけども、一度もう針金は外してあります。はい。骨は作ってではいるんですけども、だいぶ最初の頃とは印象が違くてですね、スカスカだったのがもうどんどん肥料もバンバンやったので、だいぶこんもりしてきました。ですのでこれを使って今回はしっかりした、針金掛けをやっていきたいなというふうに思います。はい。これ特徴がここがね、はい、特徴がここにありまして、おそらくなんですが、熱木とあとは接ぎ木をしてこのぐらいの大きさにしている木なんじゃないかなというふうに思います。元はちょっと定かではありませんけども、葉っぱはもう糸魚川に変わってます。もう接ぎ木で変わってる木なんですね。衣替えですね。衣替えですね。本当にこれぐらいのちっちゃいサイズになってるってことが、なんでしょうね、この木の魅力になってるのかなという、この幹に対してこのシャリゲーというか、がすごいので。で現状ちょっと緑にね苔っぽいのがついてますので、ちょっと最後全部仕事が終わった段階で掃除してあげようかなというふうに思います。はい、なのでまずは最初に剪定と、針金掛けを行っていきたいと思います。はい、早速やっていきます。本当に最初の頃を思い浮かべると頭っていうのは全然ない木だったんで、この木は。なので、ちょっとグニグニとたぐって頭に仕立てたんですけど、やっぱりちょっとまだ空いてる状況なので、この辺を針金を使ってこう頭にカバーしていくっていうような、算段でおります。針金掛けするときにですね、いつも言うのはこの枝の下向きに生えてる葉っぱを取るといいよっていうのは僕いつも言います。やっぱり針金かけるときにですね、棚っていうのを作るんですけど、その棚の下ぐらいにちょろちょろって生えてる葉っぱがあるとやっぱり勢いも感じられないですし、見た目も悪いので、そういうのを取ってあげるんですけど、もう針金かける前段階で、だいたいこの枝ここに行くなっていうのを想像しながら、例えばですね、この枝に関して言うともうここの下向きに生えてる枝なんかはもう取ってあげるといいと思います。これってなんか整えるみたいな感じなんですか？そうですね、今はもうボサボサってなってるので、しっかりとした形を作っていくっていうイメージですね。で2年前に一応骨みたいな感じで作っといて、そうですね、最終的なそれが元気になったから、仕上げをするっていうイメージでおります。だいぶ伸びましたね、これね。元気になった。現状骨作りっていうのを行ったので、そこまで不要な枝はないかなとは思いますけど、ちょっとただ細かい葉っぱ等は取っていっちゃうかなと。僕高い木で唯一これ本当に欲しいなと思ったわけわかんないんですよね、これね。とかないですもんね。これ水入って抜けるんですか？抜けますよ。下から？下に穴開いてるんだよ。どういうこと？水がたまんないのかなって穴に。ここね、ここはたまんないですよ。ちゃんと裏から抜けるようになってるけど。いろんな人が聞くんだけど、お客さんのやつなんで売れないんですよね。畳み込んでんのかな、木を。いや、元がそういう木だったんですか。山、その一番いいところに多分継いで根っこ出して、だから要はこういう木のここだけいいなと思ったら、ここに継げばいいんですよね、根っこ。なるほど。でまずここで取っちゃう。ここはもうここが例えばまっすぐだったりとか面白みないなと思ったら、ここで継いでればここで取れるんで、そういうイメージですね。取り木じゃないんだ。取り木なんだけど、取り木よりは確実っていうことですね。古い木だから接ぎをして取り木だと出ない可能性あるから根もついで。そうなんで分かるんですか、それが。いや、だってこんなちっちゃい木こんな動いてきないですよ。そうか。であとは僕植え替えをずっと見てるんですけど、植え替えが
もう丸まって1本なんですよ。根がそうこの木に対して細すぎるし、短すぎたんですよ。っていうことは根継ぎしかないですよね。でも根継ぎでこれだけなってる木ってあんまりないと思うんで、今度やってくださいよそれ。じゃあちょっといろいろ勉強して根継ぎ臓器はねなんか見たことあるけど、根継ぎして取り木っていう感じ。そう取り木っていうか、じゃあ五葉松でやりますか。五葉松だるまみたいなやつ。だるま、あれはでも若いからいける？出ますよそのまま。そっか。これ恥ずかしい。そうですね。恥ずかしいだけでも大変ですねこれね。そうですね。一回やってるんですけどねこれも。去年ぐらいにやったか、去年の秋ぐらいにやったかな。2025年抱負ありますか。25年っていうことをもう要は、いろいろな埼玉市さんと一緒に、目標に頑張ってきたんですけど、25年じゃなくて100周年じゃない？そう100周年、2025年でしょ、ちょっと変化の年になるかなと思ってまして、そこをしっかりできるように、自分自身気を引き締めてやっていきたいなという思いでおります。やっぱりねこの1年、いろんなことがありまして、でそこを経験として、次の当時園のステップに行けるように頑張っていきたいなというふうに思っております。高木さんもねいるし、やっぱりいろんな2人でできることを考えてやっていきたいなという思いでおりますね。頑張るということですね。そうです頑張る、そうですね。頑張らないといけないですから。そうですね。そういう状況なので多分大変な1年になるでしょうね今年ね。頑張ってください。ありがとうございます。いろいろねご報告できればと思いますので。そうですね。ちょっと少々お待ちいただければ。準備が整いましたら。はい。では早速針金をかけていきたいと思います。やっぱちょっと伸びてるところあるんですけど、一回そのままにしてかけていきます。そんなに使うことはないかなと思うんですけど、一応予備でつけたままやっていきます。都庁枝の部分ですね。で一番下の部分からかけていくので、特にそこまで大きく変えるような部分はないので、しっかりかかる程度でやってあげようかなと思います。で針金かけの時は、下枝からかけていくといいですね。お手入れは上から、針金かけは下からっていう風にやっていくといいです。いやこうやって見てもすごい木だな。ないですからね。ないねこれは。出た。はい、ちゃちゃ喧嘩をしてる。そして非常に寒いです。2、3時間経過しましたが、すいません、終わりました。申し訳ないです。お待たせしました。進んでないお待たせしてます。現状説明しますと、今下枝を全部調整しました。ここですね。今まだ
綺麗にうん整えてはないんですけど、大体これ必要最小限の針金はかかったかなっていうところで、今度意識することは逆の枝ですね。はいこういうのを作っていって、しっかり流れが偏らないように反対側に作ってあげるっていうことを意識してます。頭どれですか？頭はね、この辺ですね。これとか、それとか、はい、これあたりをこの辺が頭になりますね。頭になりますね。でもうちょっと下げてこの辺に来るかなっていうイメージでおります。裏はここに隙間があるんだよね。ここにから出るのかな。ここはいや出ないですね。いらないもう、ここはもうしょうがないです。逆に言うとここを見せてあげたいので、うんここはこのままですね。わかりました。裏はこれに考えてます。今日中に終わるといういやあります。ことです。明けましておめでとうございます。ありがとうございます。開けないかもしれない。開けない。これもらったんですよ。あ、これうん、はい。紹介して。梶谷さん、梶谷先生。梶谷先生の漫画になります。400前菜でしたっけね。僕今読んだんですけど、はい。がっつり盆栽の本そうですね。本当にで見て、これ開けて。一応なんか紹介で YouTube も紹介してくれてるんですけど、1ページ目ほら、あ、先生のサイン付き、先生のサイズ。はい、93円、はい、いただきましたので、はい、初心者の方見たらね、いい。絵のね、なんていうんかな、ディティールがそう僕はいつもっていうかね、僕ネットでしか見てない。マジでこの子がは超盆栽オタクなんですよ。い。ネットで拝見してますけど、やっぱりディティールというのはこれ好きじゃないと多分できないことかなと思って手抜きがないですよね、絵にね。梶谷さん、作者の人のあれがこのメイドに乗っかってる感じがしまああ、確かにす。分かる気がする。こんな感じです。はい、ぜひお求めください。はい。先生、外はすいません。なんかいろいろお忙しかったようで、すいません。はい、生徒さんたちもみんな帰ったみたいに。ごめんなさい。そうでも完成間近ということで、はい。はい、お楽しみに。はい。お待たせしました。お疲れ様でした。すいません、お待たせしました。いいえ。こういう形でいろいろと下の方から棚を作ってあげて、ちょっとボサボサのやつをまとめてみました。はい。でポイントとしては、なるべく幹に近づけたかったので、離れているようなのをちょっと寄せてあげたりとか、ちょっと内側に入れてあげることによってコンパクトさを出したというか。枝をこう巻いて棚にしてるみたいな。そうですね。ちょっと短く見せるような感じでやってます。あとは頭もちょっとですね、円形にたぐってちっちゃく見せるようにしてます。で、現状言うとここを見せたいので、しっかり右側枝はちょっと少なくしてあげてます。はい。で、実際ここを磨いてあげたいんですけど、ちょっと時間なくなっちゃったので、後日磨いて、はい、でしっかりと溶合剤塗って、防腐剤を塗ってしっかりコントラストを出してあげたいなというふうに思います。はい、はい、ということで、撮ります。はい、ちょっと最初の頃の写真、じゃあはいどうぞ。はい。がこれになってこれになったっていう感じです。最初の頃の写真？最初何もやる前の写真とあるのそれ？あると針金1回かけた時の写真と今の写真を比べていただければ劇的な変化でしたね。どうですかね。はい、だいぶ印象は違うのかなと思いますので、
ういう形でちょっと年数かけてあげるとこういう風に、はいはぐみも出てきますので、一回まず骨を決めて、しっかりやってあげると、後々の手入れが楽になりますし、いい木になっていきますので、ぜひちょっと何年計画で心拍はやっていただくといいんじゃないかなと思います。はい、実際もこれも枝もう本当に太いのが1本2本ぐらいしかなかった木なんですよ、それをここまで枝を伸ばして作っていけたので、これを参考にしていただければ、本当に枝1本2本しかない木でも年数かければこうなりますよっていういい見本ができたのかなと思いますので、はい、ぜひ参考にしてみてください。この動画いいなと思いましたらいいねボタンとチャンネル登録お願いいたします。お願いします。Please subscribe and thumbs up. Thank you. バイバイ。終わりました。ありがとうございました。おまけいいですか？はい。ネットショップが新しくなりましたので、はい。もしかしたらベースに変えたんで、もしかしたら YouTube のところにショッピングが並んでる可能性が。あれなんですか？使ったハサミとかもこれ売ってますってやってそこピッて出る。そこは選べるみたい。だからそれできたらいいですね。そうですね。でピッてリンクに飛べたら。そうだから動画ごとに選べるのかとか全体なのかちょっと分かんないんで、試し、なので皆さんお買い物はそちらから、で多分エバチを年頭から多分売ってると思うので、ぜひともお買い求めください。当然でもそうです。売ってますので、まだ追加したんで、じゃあお願いします。今年1年もよろしくお願いいたします。お願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。